あなたはこの世の中にある普遍的な法則をどれだけ知っているでしょうか？例えば、人の第一印象は55%が見た目で決まってしまうこと。脳は自分が興味のあることしか追いかけないようになっていること。そして思い込みの力は時に薬よりも強力な効果を発揮すること。こうした法則は私たちが意識していようがいまいが常にビジネスや人生に存在しています。今日は多くの人が知らないし使っていない。けれど成果を出す人は知っているし使いこなしているあなたの人生において最強の武器になる法則のお話。どうも旅する起業家のルキです。今回は世の中に確実に存在している普遍的な法則がテーマです。知ってるか知らないかで人生の質が大きく変わる強力な法則を10個厳選したので、ぜひ最後までご覧ください。1、パーキンソンの法則。2つの法則があって、第1法則は仕事の量は完成のために与えられた時間を全て満たすまで膨張する。第2法則は支出の額は収入の額に達するまで膨張する。例を見ていきます。期限を設けてないといつまでもタスクが完了しなかったり、給料が上がってもその分を家賃が高い家に引っ越したり、贅沢をしたりして支出も膨張させてしまうことありますよね。これがまさにパーキンソンの法則です。この法則から学べること。この法則を頭に入れて期限や上限を設定することが大事です。設定してないとかかる時間も支出も膨張します。2、カラーバス効果。特定のことを意識し始めると日常生活の中でそれに関する情報が自然と目に飛び込んでくるようになる現象。例でいくと、タイ移住を考え始めた途端、街中でタイ料理屋が目についたり、逆に不幸を意識するとネガティブな情報を無意識にも集めるようになってしまいます。学べること。脳は自分が関心があるものしか認識しないようにできています。ポジティブな人には前向きな情報が流れてくるし、挑戦している人にはその挑戦を後押しする情報が寄ってきます。脳がその情報を見つけやすくなるんです。なのでポジティブ思考ってかなり大事なんです。3、メラビアンの法則。コミュニケーションにおいて相手が受け取る情報は視覚、表情、態度、身だしなみが 55%、聴覚、声のトーンやボリュームが 38%、言語、話の内容が 7% であるという法則です。例としては、正しいことを言っているのになかなか信頼されないときは、自分の表情が暗かったり、声に自信がなかったり、服装や髪に清潔感がないことが原因かもしれません。学べること。ビジネスシーンで何かを話すかよりも、どう見られるかやどう聞こえるかを意識するだけで、交渉や説得の成功率は劇的に上がっていきます。4、ハロー効果。ある対象を評価する際に、目立ちやすい一つの特徴に引きずられて、他のことまで素晴らしいと評価してしまう心理現象。例としては、芸能人のあの人はきっと頭も良くて誠実で人間ができているんだろうなとか、東大卒のあの人が言っていることは 100% 正しいんだろうなと思ってしまう現象です。学べること。自分の第一印象を整えることの重要性を知ると同時に、相手を評価する際は特化した一部分だけを見て判断してないかと自問する冷静さがビジネスでは不可欠です。なんとなくすごいんだろうなで判断しないようにしましょう。5、ピークエンドの法則。過去の経験の良し悪しは、感情が最も高まったピーク時と、その経験が終わった時の印象だけでほぼ決まるという法則。例としては、どんなに長い会議でも、最後に素晴らしい結論が出れば、いい会議だったと感じるし、逆に豪華な旅行でも、最後にトラブルで終わると、最悪な旅だったというイメージがついてしまいます。学べること。ビジネスにおいても、終わり方を最も丁寧に設計しましょう。プレゼンの締めくくりや、去り際を大切にするだけで、あなたの評価は良くなります。僕、この法則知らなかったんですけど、別れ際の挨拶を最高の笑顔ですることは意識していて、これは印象いいイメージが残りやすくなります。6、一貫性の原理。自分の言動や信念を一度決めたら最後まで貫き通したいという心理的な圧力のこと。例えとして、一度やりますと宣言した手前、非効率だと分かっていても途中でやめられなかったり、自分の間違いを絶対に認めない人いますよね。あと恋愛に関しても、付き合った後に最悪な彼氏、彼女だったとしても別れられない人。これも自分が一度選んだ相手だからだと一貫性の原理が邪魔します。学べること。一度決めたことが
その先に今より自分の人生を豊かにすることなら、一貫性の原理を逆に活用できます。しかし、その方向性や決断が間違っていた場合、柔軟に軌道修正や中断をするべきです。この時も根拠のない一度決め出しみたいな感情が出てきたら、これは一貫性の原理が働いていると俯瞰視しましょう。ビジネスや投資においては、損傷利大、損は小さく、利益は大きくは必須なんです。7、ホメオスタシス。生態が環境が変化しても内部の状態を一定に保とうとする性質のこと。心理行動面では現状を維持しようとする心のブレーキとして働きます。例えとして新しい副業を始めよう、いい習慣を取り入れようと思っても三日坊主で終わってしまうのは、脳が変化イコール危険と判断して元の状態に戻そうとするからです。学べること。挑戦して挫折しそうな時はホメオスタシスが働いているなと自分を客観視すること。自分の性格やだらしなさを責めずに脳の仕組みだと理解すれば、無理のない範囲で少しずつ変化を積み重ねていきます。8、プラシーボ効果。実際には効果のない薬でも医者が処方し、本人が効くと信じ込むことで実際に症状が改善する効果。例としては、自分は絶対に成功すると信じ込んでいる起業家が本当に大きな成果を出すこと。思い込みが行動を変え、現実を変えていきます。ワンピースの作者の小田栄一郎さんの言葉で、この世は思った通りになるのだそうで、思った通りにならないよと思っている人が思った通りにならなかった場合、思った通りになっているので、やっぱりそれは思った通りになっているのだそうで、という名言があります。ちょっと言葉遊びがあって分かりにくいのはあると思うんですけど、言いたいことはこの世は思った通りになるよということです。学べること。人生において思い込む力は最強の武器であり、全ての動力源になります。僕も本当思いますが、自分はこのレベルの人間だと思い込めばそうなるし、自分は可能性に満ち溢れているし、まだまだ上に行けると思い込めば本当にそうなっていくんです。成果を出す人ほど自分の力を信じているし、停滞や諦めている人ほどどうせできない自分と思い込んでいます。9、鏡の法則。自分の周りの人間関係や環境は自分の心の状態を映し出した鏡であるという考え方。例えとして、周りに尊敬できる人がいないと感じるときは、自分が成長した結果、周りとのギャップを感じています。自分がポジティブで挑戦していたら、自然とそういう人たちと波長があって出会うようになります。学べること。環境を変えたいなら、まずは自分の内面を変えること。自分の内面が変われば、付き合う人やビジネスの状況、行く場所もいる場所も全て変わります。10、ランチェスターの法則。弱者が強者に勝つためには、戦う範囲を絞り、一点に集中して戦うべきという戦略。例えとして、大企業がやるような総合サービスではなく、特定のジャンルや地域に特化して、そこだけは誰にも負けない状態を作ること。学べること。何でも嫌になろうとしない。自分の得意な狭い土俵を見つけて、そこで高みを目指すのが個人ビジネスの王道です。今の時代は特に何でも平均以上にできる人よりも1個ずば抜けた能力があれば、それだけで価値がある人になれます。ここまで10個の法則についてお話ししてきました。これらの法則は知っただけではただの知識に過ぎません。ですが、明日からの仕事や生活の中で、今これパーキンソンの法則が働いているなとか、なんか方向性怪しいけど一貫性の原理にとらわれてないかとか、今日の法則を考慮しつつ自分を客観的に見るために使ってみてください。その小さな気づきの積み重ねがやがてあなたの人生の質を上げていきます。で、インプットだけだと忘れちゃうので、友達や家族、恋人に話したり SNS で発信するのがおすすめです。アウトプットをセットにすることでさらに知識は定着するようになります。もし今日話した中で今のあなたに最も必要だと思った法則があれば、ぜひ自分へのメモとしてコメント欄に残していってください。今回の法則を理解して使うことであなたの新たな武器になります。このチャンネルではこれからも旅と人生にまつわる動画や世界の実業家たちのためになる情報、そして自己理解や成功法則を軸にあなたの人生のスイッチを押す発信をしていきます。ここまで見てくれているあなたはさらに自己成長できるすごい人です。共にいい人生にしていきましょう。最後までありがとうございました。ではまた次の動画で会いましょう。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。一緒に成長していきましょう。